日本人は経済的には厳しくなるしかないんですよ。売り上げはどんどん下がるから、で、物価はどんどん上がってるじゃないですか、今。中国製とか東南アジア製とかで同じようなものがもっと安く作れるよねというのは、世界のその貿易の構造上の問題なので、これが解決するのって、第三次世界大戦とかにならない限り変わらないんですよ。タイトルが余裕のない会社が潰れると国の生産力は上がるっていうのにしたんですけど、で、最近ようやく、ブラック企業が潰れた方が社会のためになるよねは、割と理解されて始めたと思うんですよ。で、まあ、ブラック企業とは何ぞやっていうので、その残業代を出せないような会社っていうので、で、残業代を出せないような会社に働いている人たちっていうのが結構いて、で、そういう会社が潰れてしまったら、その失業してしまうと。で、失業してしまう人たちがかわいそうだから、残業代を出せないような会社でも、なんとか残した方がいいよね、雇用を守ってた方がいいよねっていうのが、多分5年前ぐらいまでは言われてたと思うんですよね。特に飲食業とかで割と多いんですけど、その居酒屋とかやってると、まあその夕方から12時過ぎまで開けてるので、そうするとなんか16時から24時営業。仮にね、営業時間が16時から24時だとすると、そうするとその仕込みとかもあるので、やっぱ15時ぐらいから来て、で、店終わった後24時とかでも、なんか掃除したり片付けしたりとかで、やっぱり25時とかになるので、その8時間労働で、その1ターン8時間労働だけで営業時間を終わらすの不可能なんですよ。なんですけど、店長っていう人はもうなんか8時間プラス残業1時間みたいなので、もうずっとやり続けるのが当たり前だよね、みたいな。で、本来であれば労働基準法的には、8時間労働した場合、1時間の連続の休憩を取らなければならないってことになってるんですけど、まあ営業時間中に俺1時間休むわっていうのができるわけないので、休憩時間も取ってないんだけど、取ったことにされてしまうっていう状況で、まあやり続けるって飲食店が多かったんですけど、で、それさすがにまずいよねっていうので、割とそのなんかブラック企業大賞を某大手居酒屋さんとかが取ったりしてて、で、最近はもうあんまり聞かなくなったんですよね。で、逆にその飲食店とかってもうなり手が、要は働き手がいなくなっちゃって、やっぱブラックの印象が強くなりすぎちゃって、なのでその飲食店自体も結構潰れて、で、ちゃんと残業代を払ったり、時給の高い居酒屋とか、まあ、飲食店ばっかりが東京は残るようになったっていう状況ではあるんですよ。他の地方知らないです。はい。っていうのがあって、結局そのブラック企業をなくしたら雇用がなくなって、その人たち困るんじゃないかっていうと、別にそんなことはなくて、ブラック企業が潰れた後にまともな飲食店っていうのが普通に世の中に出回って、で、そのブラックな居酒屋がなくなるから、じゃあ東京から居酒屋がなくなるのかって、そんなことはなくて、普通に残業代を払う普通の居酒屋が増えたっていうだけなんですよね。なので、その、残業代を払えないような会社っていうのはなくなってくれた方が、結果として残業代を払えるお店ばっかりが残って、従業員も残業代をもらえるから嬉しいよねっていうことになりましたっていうので、で、最近そのアベマプライムで、ちょっとその議論になった話なんですけど、若い女性を雇いません。うちの会社では雇いませんと言っている、女性経営者の人がいて、で、それがいかがなものかっていうので、一応そのアベマプライムのそのニュースのところで取り上げることになったんですけど、で、あれも本質的な一緒で、その、まあ、居酒屋の場合、その8時間の営業時間なんだから、1時間の休憩時間なんか取れるわけねえじゃねえかと。そんなん取ってたらやってらんねえよと。なので、休憩時間取るようなやつは雇いたくないよねっていうのが経営者の考え方だったんですよ。で、今起きてる問題っていうのは、若い人は子供を産んだりして、産休とか育休でいなくなってしまう可能性があるので、そういう人を雇いたくないっていう経営者側の、まあ、いや、効率のいい労働者ってこうだよねって話で、その、サービス残業してくれる労働者とか、有給を取らない労働者とか、休憩時間も働いてくれて、そのなんか休憩を取ったという法律上してくれる人みたいなのは、労働者としてはすごく嬉しいって話だと思うんですけど、いやいや、それは違法だからやっちゃダメだよねっていうので、まあ、ようやくそのサービス残業的なやつは、やっちゃダメだよねが認識として広まったと思うんですけど、で、その、産休育休になるから女性を雇わないというのも、ご存知ない方いらっしゃるかもしれないですけど、違法なんですよ。一応男女雇用機会均等法っていうのがあって、その、性別を理由に雇用をしないとかっていうのは違法ですよっていう法律で、その産休とか育休を上げたくないから女性雇いたくないとかも違法なんですよ。
で、確かにその若い女性産休とか育休を全く取らせない会社と、産休育休バンバン取らせますっていう会社がその社会の中で同じ仕事をしてた場合に、産休育休取らせる会社の方がやっぱりその仕事をできる量は少なくなっちゃうんですよね。で、じゃあその2つのその産休育休取らせる会社と産休育休取らせない会社の両方が価格競争を始めた場合に、産休育休してるので人が少ないです。なのでやれる量も少ないです。で、もう一つの方は、ひたすらその産休育休取らせないうちにバシバシ働かせるから、その生産量高いですっていうので、そうすると産休育休をちゃんと従業員に取らせてる会社が負けて潰れてしまって、産休育休取らせない会社が生き残るよねってなっちゃうんですよ。っていうのがあるからまずいよねと。なのでどっちの方が効率よく経営できますかって言ったら、それは文句言わないで休みも取らないし、低い給料でずっと働き続けるロボットみたいな従業員がいた方が経営効率いいよねはもちろんそうですと。なのでその経営者としてはなんか現実を見てとかいいんですけど、いや現実見たら確かに文句言わないで働き続ける労働者いた方がいいので、でもそれやっちゃダメだよねっていうので、ちょっとずつ社会良くしましょうっていう話なんですよね。はい。で、その要はそういう形で多少ブラックなのとか違法なことっていうのを会社がじゃあなくなってしまうと、その会社で働いてる人が働き先がなくなってしまって、その困るじゃないかと、失業者が増えるから困るじゃないかっていうのがよくある理論なんですけど、で一応タイトルに戻るんですけど、その余裕のない会社が潰れて国の生産力が上がるっていうのなんですけど、例えばじゃあ、ハサミを作る会社っていうのが日本の中で2つしかありませんでした。で、その会社っていうのはこうハサミ作って、でなんか日本中のなんか100円ショップとか文房具屋さんとかに卸してますと。で、今ハサミ作ってる会社って、ひたすら働き続けて作れば売れるという状況ではないと思うんですよね。ある程度作ってある程度売れる量というのも決まってるので、大量に作れる、もっと多く作るという余力はあるけれども、もっと多く作っても売ることはできないよねっていう状況だと思うんですよ。もっとあるよ、知ってるよ。いや、仮にね、日本の中にハサミ会社が2個あったらって話をしてて、別に日本の中にハサミ会社が2個しかないですって話はしてないです。で、1個が、じゃあその産休も育休も与えないっていうハサミ会社で、もう1個が、じゃあ法律通り産休も育休も与えるよっていう会社ですと。で、その場合、ずっと競い合った場合に、やっぱり産休育休を与えてる会社の方がどんどん不利になるんですよ。で、じゃあその産休育休をなんか与えてる会社は、その不利になるから良くないよね。じゃあ産休育休を出さないハサミ会社、1個だけにして、産休育休をちゃんと出す会社を残して、産休育休を出さない違法な会社を潰しましょうってなりましたと。で、社会の中でハサミ会社が1個だけになりました。で、その場合って、そのハサミ会社の生産量がまず2倍に増やす必要があります。もう1個の会社が潰れたからね。要は1億人分のハサミを作ってた会社が2個あったのに1個潰れたから、じゃあもともとは1個1個で5000万ずつ作ってたとするんだけど、もう1個の方がじゃあ1億を作らなければいけません。そうすると1億分のハサミを作ることになります。そのためにまず、その育休産休を出す会社の方で、その潰れた会社のハサミ職人とかが雇われるようになるんですよ。要するにその生産量は1億人分を作るっていうので変わってないので、なのでその潰れた会社の従業員を雇うことで1億人分のハサミを作ることになります。で、もともと産休育休をきちんと出してる会社が売上が2倍になることで、従業員を入れてももちろん産休育休も出すことできますよと。で、売上2倍だから利益も多くなってるので、じゃあ昇給も可能になりますよっていう形で、日本全体に出回るハサミの量は変わらないけども、その幸せな従業員の量は増えるんですよ。で、ただ、じゃあもともとじゃあ10人10人でやってましたと。で、10人いたブラック会社が潰れて、で、残りの10人の頃が5000万で作ってたんだけど、1億作るのにプラス5人でいいよね。要は人間が作り続けるわけじゃなくて、ロボットとか機械とかを作ったハサミを使うので、1億個分のハサミを作るのでも、15人の従業員でもなんとかなるよね、という場合であると、5人失業者が社会に生まれるんですよ。で、この社会に生まれた失業者が悪いよねという論調が割と日本の中では生まれがちなんですけど、20人いないと作れなかったハサミが15人で作れるようになりました。ということは、貴重な労働力が5人分余りましたっていうことなの。今
日本って労働力が足りてなくて移民を入れなきゃいけないよねとか、あとなんか高齢者も働かせなきゃいけないよねというように言われてる業界もあるんですけど、失業者が5人いるということは、その労働力を使って別のものを作ったり別の業界で働くことも可能なんですよ。なので、その失業者が5人っていうのは社会にとって悪いことではなく、手の空いてるやつが5人生まれたんだから、じゃあこの5人に別なことさせようぜ。で、その5人がたまたま別のことをしました。例えばじゃあそのハサミの技術を使って、なんかすごいおしゃれな飾り包丁を作りました。で、その飾り包丁はなんか日本では全く売れないんだけど、なんか海外の人に大受けみたいなね、なんか見た目が日本刀っぽい包丁みたいなので、まあ料理に作るんだったら全然使いづらいんだけど、なんか日本刀っぽい包丁だからいいよねみたいなことで買ってくれる外人の人がいますってなると、その5人はその勝手になんか日本人が誰も買わないようなものを作って、その結果外貨を稼ぐことになるんですよ。そうすると日本中でハサミは普通に売れていて、ちゃんと生産量も1億個分作られていて、でその5人は別のもので外貨を稼ぎましたっていうことで、結果としてその日本国内で作られたその価値お金とかは増えるんですよ。なのでその失業というのが、その失業イコール悪いこと、失業している人がいるのは良くないっていう考え方が僕はちょっと間違ってると思ってて、その失業した人がいるんだったらその生産力というのを別に向ければいいんじゃないのっていう話だと思うんですよね。で、そのカツカツな会社っていうのが、例えばじゃあハサミで2社って話をしたんですけど、じゃあその今度ハサミ工場みたいなのが2社じゃなくて10社だった場合。で、10社で1つの会社が10人ずつ雇ってました。要はその1億人分のハサミを作るのに10社のハサミ会社があって、1社が1000万人分ずつ作ってますみたいな。で、っていうのでやると、もう価格競争になっちゃうんですよ。で、何が今の状況が、その日本が不景気なのかっていうと、その、例えばじゃあダイソーで100円で売っているハサミを、じゃあ1個この50円で日本人が作ってるとすると、中国の会社は1個30円とかで作っちゃったりするんですよね。で、なんでそれができるかっていうと、要はその日本の従業員っていうのは、その残業があったら残業代払わなきゃいけないし、怪我をしたんだったら怪我をしたということでクビにすることはできないので、じゃあ怪我をした人なりにその会社の中で働く仕事を見つけてもらわなきゃいけないし、で、もちろん産休育休があったら産休育休出しますよと。で、その後もそのなんか年金とか社会保険料とかっていうのも払わなきゃいけないので、その会社として負担する金額も大きいんですよね。で、もちろん給料も一人当たりさすがに手取り20万ないときついよねみたいになっちゃうと、そうするとその人件費ベースで考えると、やっぱりどう考えても1個のハサミを50円以下で作るのはできないよね。要は50円以下で売ったら赤字だよねっていうところが、で中国の会社ってその怪我をして働けませんって言ったら、もう次の日クビとかなんですよ。働けないやつ雇う必要ないでしょっていう。いや、経営者的な感覚としてはすごく、まっとう合理的だと思うんですよね。そういう経営者感覚を持つ方は日本にもいっぱいいらっしゃるんですけど、働けないやつなんか雇う必要ないじゃん。損するだけでしょ。いや、そうなのよ。そうなんだけど、日本は一応、怪我している人は雇い続けなきゃいけないっていう法律があるんですけど、中国はそういう法律がないと。なので、その、働けない人を雇う必要もないし、で、社会保険料みたいな形で、年金みたいな形で別にお金を取られるというのもないので、で、さらに月給5万円出せば喜んで働いてくれる人っていうのは中国の内陸部とかにはまだまだいるんですよ。そうすると社会保険料とかもないし、怪我してる人のなんか給料出す必要もないし、年金も払う必要ないので、ものすごく安く物が作れるんですよね。で、100円ショップに、じゃあ、おろしますって言われた時、100円ショップで売ってるハサミが日本製なのか中国製なのかっていうのを意識する人っていうのはほとんどいなくて、単に、100円のハサミがある、買いますって終わりなんですよ。その100円ショップの中で中国製のハサミ100円です。日本製のハサミ200円ですっていうので売ってたら、まだ日本製のがいいかなっていうので倍の値段出す人いるかもしれないんですけど、基本的にはコンビニとかもそうなんですけど、1種類の商品しか置いてないんですよ。コンビニでもハサミ売ってるんですけど、多分1個しかないですよね。っていう感じで、そうすると、もう何製とかじゃなくてハサミが欲しいだけだから、もう中国製でも日本製でも何でもいいんですよ。っていうので結果として中国製のハサミが入ってきちゃうという以上、日本でハサミ産業で食っていくことはほぼ不可能なんですよ。その美容師さんが使うような、なんか1万円とかするような高級なハサミは別ですよ。なんかその紙切り職人とかが使うようなすごい精密なやつとか、裁縫をやる人とかが使う、ものすごいこう、なんか細かく切れて、ブレないようなやつとか、なんか研ぎ続けたら一生使えますみたいな、あれこういうの別ね。要はその100円ショップで売られるようなハサミとかっていうのは基本的にもう価格競争に巻き込まれてる商品で、
で、それを作ってる限り、日本人は経済的には厳しくなるしかないんですよ。要は残業代払ったりとか年金払ったりっていうのをハサミを作ってる限りもう不可能なんですよ。なのでハサミを作るのをやめて高級なハサミを作るか、そのハサミを作る能力を使ってじゃあその高級な包丁を作るかっていう形で、会社としては技術を磨くか、もしくはその職人さんにめちゃめちゃ金与えてなんかすごいクリエイティブな、例えば鬼滅の刃のハサミみたいなのにして、じゃあ鬼滅の刃とコラボすることにして、なんか子供がその中国製の100円ショップで売ってるんじゃなくて鬼滅の刃のハサミ欲しいとかで、それが海外でも売れましたとかであればありなんですよ。っていう形でどうやって付加価値を増やすかっていう方向で考えられる人か、そのめちゃめちゃ鋭利なハサミですけど、何らかの投資だったり技術開発をしたり、その人材投資をするなりして、どこでも作られるようなハサミというのを作ってはいけないのですよ。要は中国で作ってるようなものを中国が安いから私たち大変なんです、ギリギリなんですっていうのをやってるのって時間の問題で負けるので、もう今すぐやめるべきなんですよ、本来は。でもそれをやめてしまうと、その10個あるハサミ工場っていうのがほぼ潰れてしまいますと。で、そうすると雇用がなくなるから大変だよねっていうので、もう安い価格で安い給料でずっとハサミを作らされてるんですけど、で、社員の人たちも自分たちはもうハサミ作りぐらいしかできないから、この会社なくなってほしくないよねというので、ずっとハサミ作ってるんだけど、もう売り上げはどんどん下がるから、で、物価はどんどん上がってるじゃないですか、今。なので、どんどん生活は苦しくなる一方なんですよ。で、これ我慢して解決する問題じゃないんですよ。2、3年我慢して、なんか突然景気良くなるよねとかって話だったら、まだ2、3年我慢でいいんじゃねえのって話なんですけど、残念ながら、物価が上がるよね。で、中国製とか東南アジア製とかで同じようなものがもっと安く作れるよねというのは、もう世界のその貿易の構造上の問題なので、これが解決するのって、多分第三次世界大戦とかにならない限り変わらないんですよ。要はその第三次世界大戦の時に同じような状況になったんですよ。要は儲からんよねっていう国が出てきて、で、儲からないから、じゃあ貿易をするのをやめよう。なので、ブロック経済っていうのをやったんですよ。俺らグループは、もうこっちのグループから入ってくるもの買わないようにしようぜとか、こいつの国にはめちゃめちゃ関税かけるぜとか、で、俺たちはじゃあ植民地を作るから、要は人口が1億人しかいないからまずいんだと。なので中国を植民地にしてあいつらに物買わせたら俺たちのものを買ってくれるから合計5億とか売れるじゃん。じゃあ植民地作ろうぜっていうので、ヨーロッパはアフリカだったりとか東南アジアだったりとか南米だったりっていうので植民地を作ることで消費者を増やすっていう方向に行ったんですよ。なのであれをやればまだ日本の会社が他の会社よりも他の国よりも高いものを作っててもなんとかなるかもしれないですけど、もう残念ながらあれやっちゃいけないよねっていうことで一応国連はなってるので、ロシアとか中国とかそれを崩そうとしてますけど、でもさすがにそれをやらないとすると、他の国で作れる安いものを日本で作っても無理だよねっていうのは、なんかもう結論としては分かってる気がするんですけど、ただあんまりなんかそれを表立って言うと、雇用がなくなるとかで、なんか失業した人はどうすればいいんだみたいな話になって、なかなか話が進まないっていうのが、日本が今ずっと繰り広げてる同じ問題なんじゃないかなと思ってるんですけど、ただ最初に言ったようにブラック企業とか残業代出さないとか潰れた方がいいよねというのがある程度成立したので、時間の問題でもう要は儲からない会社というのは存続していること自体で社会にとって貴重な労働力とか生産力というのを搾取していて社会にとっては害悪ですよっていうのが理解してもらえる時期がもうちょいで来るのかなというふうに思ってたりはするんですけど。